ライブ配信を開始を、本当だ、押したね。始まるかな。始まってんのかな、わかんないよね。今一応プレビューを見てます。で、チョナさん確認、ユーザー目線での確認を。はい。まだだね。オンラインディスカッション待ってますってなってますね。聞きましたよ。配信されてますよ。開始されました？はい。でも、俺の遅いな。あ、映っ始まりました。おーい、じゃあ行きますか。よろしくお願いしはい。ます。お願いします。はい。皆さんこんにちは。あれ？こんにちは。こんにちは。今日は金子正樹くんとかがインスタとかでいろいろ報告してくれたんですけど、なんかドルフィンキックとかっていう内容でいろいろ話を始めようと思います。で、最初、今日のメンバーを軽く紹介します。で、今ずっと話しているのが私、成田健三と申します。今は慶應義塾大学で特任助教をしてます。大学院は筑波出て、大学は新潟出ました。出身山形、鶴岡市です。で、今日は私が司会するんですが、そのドルフィンキックとかっていう内容について3名のディスカッション、パネラーをお願いしてます。で、まず1人目が今一番でかく出てる金子正樹くんです。10秒で自己紹介してください。万東人の金子正樹です。専門はセロブです。声ちっちゃいくない？聞こえない？もうちょい声張ってもいいかもしれない。糸満東進の金子正樹です。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ2人目、山川圭介さん。では10秒で自己紹介お願いします。山川です。とある大学でコーチをしてます。娘が一人います。娘の世話をしながら、この、ミーティングに参加します。よろしくお願いします。はい、お願いします。山川圭介さんは、今月号のスイマガに何十ページとドルフィンのことを書いてるすごい人です。で、次、最後の3人目、山崎裕太さん。じゃあ10秒で自己紹介お願いします。はい。ダッシュスイミングスクール新潟の山口です。よろしくお願いします。金子選手のおそらくドルフィンキックをみんなでいっぱいお話しする会になると思いますんで、ぜひ皆さんも楽しんで配信何か参加できるところがあれば、ぜひコメントください。お願いします。はい、ちょっと画質あれですけど、よろしくお願いします。はい。で、あと今回、こういう配信とかっていうのを考えるときに、電波少年の今井くんがすごい頑張ってくれました。本当に頑張ってくれたので、今井くんは今回のミーティングであんまり話さないんですけど、今井くんがいなかったらできなかったので、皆さん電波少年に感謝しましょう。で、あとはコーディネーターのチョナさん。はい。画像とか皆さんに告知した時の画像を作ったりとかいろいろコーディネーターしてくれていい人です。いい人です。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速もう今日、なんで今日こういうことやったかっていうと3日前ぐらいにこのメンバーで話してる時にやっぱ結構水泳の話してて面白くて、これ聞きたい人いっぱいいるんじゃないかなって思って、でまさきのやっぱ、金子くんの話って面白いし、でそれに対する山崎コーチとか圭介さんの話ってやっぱ面白いんで、多分その会話聞いてるとドルフィンキックとかいろんなことの理解深められるのかな、水泳についての理解深められるのかなと思ってこのような配信を急遽しました。皆さん今泳げない状況が続いていると思うんですけど、頭の中で水泳のこと考えて一緒になんか水泳熱は冷めさせないでいったらいいのかなと思います。で、私たちのスタンスとしては皆さんに講義するってか教えるって感じじゃなくて、好き勝手にいろんなテーマを、そんな議事録とか
何話すとか決めずにどんどん話していくので、あんまり伝わんない部分とかあるかもしれないんですけど、まず僕らが話す方が楽しく話そうっていうのを大事にしてやっていくので、よろしくお願いします。はい、じゃあ最初、金子くん、まさき、ドルフィンキックのちょっと動画見せたいってことだったんで、皆さんに今までの自分の動画とか見せながら、なんかいろいろよろしく。了解です。じゃあ、とりあえず、デスクトップ共有しますね。よろしく。で、今からお見せするのが、僕が高校3年生の時のインターハイ、100メートル背泳ぎ予選のスタート後のバサロキックの映像なんですけど、で、多分このディスカッションでは、そのバサロキックとか、ドルフィンキックとか、なんか両方の話が出るかもしれないんですけど、これはもう、ドルフィンキック、バサロキックは、コツとしては共通のものっていう認識でいいですよね。いいよ。もうなんか好き勝手にどうぞ。はい。とりあえず、バサロキック流します。いいよ。この時はめちゃくちゃドルフィンキック下手で、周りと、この真ん中をいるのが僕で、ゴールされてるんですけど、これ高校生？高校3年生です。今浮き上がってきたね。浮き上がりで隣の鏡くんに体半分ぐらい離されて。これ何年生だっけ？今1個下の背泳ぎの後輩なんですけど、大学の。まさきこれ高 3？ 高3です。こんな離されるんだ。鏡くんに離されてます。膝打ちだね。めっちゃ離されてるよね。7秒1とか2とか、このロング水着履いてそれぐらいのタイムだったんで、結構で開ける？やっぱ胸椎が伸びてないですね。ずっと胸が丸まってて、なんか頭が立ったまま、こうなんだ。打ってる感じで。浮き上げりも下手くそだしね。はい。そういうこと？じゃあ次、かなり遅いんです。じゃあ次お願いしていい？動きが止まっちゃってる感じです。で、次お見せするのが、大学1年生の時の、インカレ、2バックの100のターン後のバサロキックです。僕結構今は200メートルのレースでも全部15メートルフルに潜るんですけど、この時の映像だと、これは、こいつですね。手前から2人目が僕なんですけど、この時2分1秒ぐらいで泳いだんですけど、この時の100のターン後のドルフィンキックの回数は、今男子で4回数。4メートルぐらいでした。結構この時にはドルフィンキックの動作っていうのは高校生の時より上手くなってきてたんですけど、まだやっぱレースで長く潜るっていう、テクニックとか、練習っていうのができてなくて、これくらいの潜水距離しか、できません。で、いろいろちょっと映像を探してて、大学2年生の時の、大学で撮影したバサロキックの水中映像があったんで、お見せするんですけど。大学2年？大学2年生です。この時ね、もう結構膝打ちもなくなって、で、ちゃんと胸椎が進展してるかなっていう感じになってますね。すごい画質悪いって申し訳ないんですけど。このプールサイドでピョンってしてるのまた鏡くんです。いつも僕についてくる。まさきってさ、いつから自分の、そのバサロキックって自分の強みになったっていう自覚をし始めたの？あれですね、大学1年生のインカレ前の合宿、7月か8月ぐらいに水戸で合宿をしたんですよ、でその時に、このバサロキッ
クが苦手だったんで、バサロキックが得意な2つ上の先輩がいて、その人石田良樹さんっていう50メドレーの選手なんですけど、その人に映像を撮ってもらいながら、このドルフィンキックの指導をしてもらって、で、僕がそのコツを掴んだきっかけっていうのがその時だったんですけど、僕は結構その膝打ちで、蹴り幅がすごい大きいキックをしていたんですね。その時。で、それを石田良樹さんに映像を撮ってもらいながら一緒にチェックしたら、石田良樹さんにもう蹴り幅がでかすぎるから、もうほんと細かく早く打つぐらいでやってみろって言われて、で、それを言われた通りに一回やったんですけど、まだでかいって言われて、もっと小さくしろって言われて、どんどん蹴り幅を小さくしていって、でも自分の感覚としては、ほとんど打ってないぐらいの感覚。なるほどね。打ったら、それでちょうどいいって言われて。で、実際その映像を見てみたら、自分の中では全然動かしてない感覚なんですけど、しっかりと足は動いてて、で、蹴り幅を細かくした分、結構上半身のうねりとかもうまく使えるようになってて、結構まっすぐの姿勢で蹴り続けられるようになったんですよ。もちろん自分としてはあんまり頑張って蹴ってないんで、すごいドルフィンキック打つのが楽になって、でそこから教えてもらったフォームでずっと練習してたら、かなりタイムが伸びて。そうですね、最初はこの感覚でやってタイムは変わんなかったんですよ、前と。でも楽だった。今まで。今気をつけたっていうのは、細かく速くするってことと、姿勢をまっすぐするって感じ、簡単に言うと。そうですね。はい。了解了解。蹴り上げきらない。バサロでいい。そうやん、多分ちょっと時々聞こえにくいからさ、少し大きめでいい？声を大きめ？ちょっと時々なんかね、途切れる。途切れるってか、ちっちゃいのか。はい。で、はい。どうぞ。どうぞ。いや、進めてください。じゃあ次、どうする？大学4年の時の映像。そうですね。とりあえずそうですね。じゃあとりあえず映像を流します。でこれが大学4年生の時の、10月に行われたワールドカップ短水路の200メートル背泳ぎの試合の時の映像で、この時に、初めて、短水路の200メートル背泳ぎで1分50秒割ったんですけど、短水路で、この時2秒以上ベスト出したんですけど、その要因っていうのがやっぱりターン後のバサロキックの潜水距離がすごい伸びたっていうのが大きくて、で、今から見せる映像は、スタートターン後のバサロキックだけを切り出している映像です。これ、金子、どうぞ。蹴り幅が大きかったってどういうこと？質問が。はい。蹴り幅が大きいっていうのは、この足のつま先の動きが、上方向にも下方向にも大きく動いちゃうっていうことですね。なるほど。わかりますかね？膝打ちだから下半身だけやってなかった。そういうことです。股関節が動いてなかった。だいたい、この時、ターン後のドルフィンキックの回数はほとんど8回から9回打てるようになっていて、さっきお見せした、大学1年生の時のインカレの時は、小水路でも100のターン後4回しか打てなかったので、かなりこの3年間で、潜る距離が増えて、かなり楽に早く打てるようになりました。そのさ、大学1年の時のさ、4回ぐらいしか打てなかったのって、それもう苦しかったから、それともなんかもう打つよりも泳いだ方が楽だから、なんかどういう理由で？苦しかったからですね。で、やっぱりなんでこんなに長く潜れるようになったかっていうのは、
もちろんその効率のいい動きを身につけたっていうのと、その大学1年生のそのインカレの後の冬シーズンに、その担当コーチが、ライアン・ロクテは練習中に、もうアップからダウンまで必ず6回ドルフィンキックを単語を打つって決めて練習してるっていうのを聞いて、で、ライアン・ロクテ選手もすごい潜るじゃないですか。だからそれを真似して、せっかくドルフィンキックが上達してきたんだから武器で使えるように、長く潜る練習をしようってことで、僕も最初、5回か6回、ウォーミングアップの練習から、ダウンはやってなかったんですけど、持久練の時とかも、なるべく5回か6回打つように練習して、で、それで、1年ぐらい続けたら、結構試合での潜る距離が増えたんですよ。結構潜る長さに慣れて、息を止めるのにすごい慣れて、距離が伸びて、そこから、じゃあ今度は練習中に8回、毎回打つように練習しようっていうことで、6回から8回に増やしたんですね。そしたら、さらに、試合で潜れるようになって、大学4年生ぐらいの頃には、もう長水路だったら100も200も15メートルフルで潜れるようになってました。なるほどね。はい。結構質問が。はいはいはい。胸椎の動かし方をお願いします。それは後ほど。そうですね。ありました。いいよいいよ。はい。普通に。圭介さんで、ずっとその正樹が選手してる時ずっと筑波でコーチしてましたけど。いや、だからさ、思い出したんだよ。この映像見ててさ、はい。いや、多分、めっちゃ俺の応援の声入ってるなって思って。音声出したら多分大変なことになっちゃうね。うるさいの。そう。圭介さんは体も声もでかい。ね、すごいこれは興奮するレースだったから、すごく応援したのを覚えてます。いいな。その正樹ってさ、その背泳ぎの練習とかだけじゃなくてクロールでもちゃんとなんか潜って潜るのになんか慣れるっていうか麻痺すなんかその潜るつらさに麻痺するみたいな。そうですね。悪く言うとそういう感じ。なるほどね。で、どうしようかな。で、なんかその今言ったのって慣れるだったりとか、あと泳ぎはまっすぐと、あと細かく小さく打つってやつだったけど。なんかその正樹がそういう風に気をつけ始めたっていうのを圭介さんはドルフィンキックの研究で博士論文も取ってるし今も研究してますけど、正樹がそういう風に速くなった、なんか体まっすぐにさせるとか、細かく速く打つっていうのって、その圭介さんから見たらどうなんですか？今までのいろんな研究だったりとか、圭介さん自身の研究だったりとか踏まえて。最初の映像と、その、最後のワールドカップの映像とかを比較して、見ていくと、単純に幅が小さくなったから速くなったっていうような話じゃないような気がしていて、うねり動作っていうような、足先に向かって動きが加速していくような滑らかな動きがしっかりできるようになってきてるから、まず速くなっていったっていうのがあるんじゃないかなっていうのが思います。で、そういう滑らかな動きが、できてきているっていったところで、無駄に蹴り幅が大きかったりしたところが、さらに小さくなって、で、それは、あまり影響はしないとは思うんですけど、抵抗の減少には必ず影響するので、そういった意味では、プラスの要因にはなってるかなと思います。ただやっぱり最初の膝打ちから、やっぱ動きが変化してるってところが一番パフォーマンスの改善のポイントなんじゃないかなっていうふうに、研究者の視点では思いました。なんすかね、ちょっと見てる人たち気にせずになんか普通にいつものノリで聞きますけど、膝打ちがダメな理由ってなんすか？ごめん、ちょっと今音途切れちゃってわかんない。膝打ちダメな理由。
なんか普通に聞きますけど、なんすか膝打ちダメな理由。なんかみんな膝打ちよりもうねった方がいいってのはなんかわかるんですけど、なんで膝打ちダメなの？なんで膝打ちがダメかっていう話なんですけど、結局、水の中ってこう、支えがないんで、ペン出た。ペン出て、結局キックで、ここで力を出したら、上半身何もしてなかったら、こうやってこう、シーソーみたいに動いちゃうんですよ。上半身が大きくぶれちゃうんですよ。で、別に膝打ちだけっていうのは、膝だけ、下半身で力を出してる状態なんで、結局、どっかで力が逃げちゃう。うまく進まないっていう状態になっちゃうんで、結局、こう、モムシみたいに滑らかに体前に進ませていくように、体を動かしていかないと、足でちゃんと動かした分の力が上半身に伝わっていかないっていうことが起きる。なので、やっぱり膝打ちだと結局水の中だとうまく前に進んでいかないっていうことになるっていうことですね。なるほど。なんか昨日、そのまさきとこの動作確認っていうか動画確認するってこともあって、なんかこの動画一緒に見てて話してたんですよ、同じようなことを。で、その足先だけで見れば同じように上下運動してるじゃないですか。で、まあ僕はどっちかっていうとその水の流れだったりとかそういう水と人の関係を見て人の泳ぎを見るんですけど、その大きい力を出すには水に大きな力を伝えるには早く動かす必要があって、で膝下だけだと多分膝曲げるだけだと早く動かせないのが体からその体幹から動かすことによって速度も高められてるんじゃないかなってのは思うんですよね。で、圭介さんで筋電とか研究してますけど、そのタイミングまでは見てるんでしたっけ？その足先がどこにあるときにどの筋肉使ってるとか。でそれで足先と筋肉の活動。そうそう。なんかさ、その圭介さんがその上半身から動かすことによって足にうまく力を伝えるって言ってたんですけど、そのうまい多分膝打ちだけしちゃうような人と、まあ、昨日まさきもなんかその自分がその膝打ちの時と、まあ、今とどう違うんだろうねとかっていうのも気になってるみたいな話してたし、あとなんか言ってたよね。なんだっけ、昨日気になってんだよねとか、こういう研究すればよかったとかなんか言ってたやつ。なんだっけ、その渦の話は違うって、なんだっけ、あれか、なんか下に押さえようとしないで蹴り下ろしを、まあ、バサロの時に蹴り下ろしを意識しないで蹴り上げだけ意識した時と、まあ、そのあれだよね、下向きドルフィンキックでいうその蹴り上げ、足の裏で水を抑える動作が何のために必要なのかっていう話だったよね、確かに。そうそうそう、抑えるっていうね。だからその蹴り上げは進むために必要なのか、そういう体のバランスを整えるためだったりとか、蹴り下ろしで強く進むための補助動作になってるんじゃないかとか、いろいろと話したやつですよね。そうそうそう。で、なんか圭介さん、まあ、まさきも修論は筋電と動作の、なんか俺あれだな、ハウリング、なんかこと悪い。じゃあ、今の出た話で、2つ、僕の方から回答できることとしては、足先の動きと上半身の動きで、まあ、その活動のタイミングとかを見ていますかっていうことで、僕もこれを今すごく研究で、ずっとやってきていて、思うこととしては、上半身の動きはやっぱり足の動きに対する反動を相殺するように活動してるっていうのがやっぱ正しい解釈なんじゃないかなっていうのを最近思ってます。例えば、
足先を振り下ろすように、こういうふうに、膝を伸ばしてるとしたら、背中は、それに対して反対方向の力を、発揮してるっていうようなイメージ。回転を止めるって感じですか？体の回転を止めるっていうイメージだね。反対のトルクを出して回転を止めるっていうような形で、発揮してるっていうのが正しい表現なんじゃないかなっていうふうに、思ってます。だから単純にだから上から下まで順番に動かしてるとかそういう話で理解するよりも、足の動きの、反動を相殺するように活動してるって考えるのが一番いいんじゃないかな。思ってます。タイミング的に、その説明が一番しっくりくるっていう感じです。で、あとは、ごめん。二人の中のディスカッションで出てた、蹴り上げが、何のために、行われるのかって話。これは、今回、スイマ画を、描いているときに、僕は今までの研究の結果をまとめていったんですけれども、詰まるところ、まだ分かってないっていうことだと思います。分かってない。流体力学の先生は、もしかしたら推進力には貢献しないかもっていうのが出ている。データとして見えてきているかもしれないっていうことも話していたし、ただ、やっぱり全力の時の、水中ドルフィンキックの速度変化のデータを見ていると、やっぱり蹴り上げをしている時にも加速しているので、何らかの推進力の貢献はしているんじゃないかっていうのは、データは出てるんですけど、メカニズムに関しては、これは、まだ科学でまだ解明できてない部分、です。はっきり言います。すげえ、なんかかっこよく言いましたね。研究者っぽい。そう、研究者っぽいことかっこよく言った。研究者ですよ。山崎コーチどうすか、今の話聞いてて。今日静かめですけど。はい。すごい難しかったです。はい。難しかったです。難しかった。じゃあ、なんかもっとわかりやすく。簡単に、まあ、ちょっとわかりやすく言えるかどうかわかんないんですけど、金子選手のその、上半身と下半身の話は、私が現場でやってる、担当している選手たちに伝えてるのは、ドルフィンキックとかバサロキック、君の体はロケット鉛筆だと。ロケット鉛筆。ロケット鉛筆。はい。わかりますかね、世代的に。連続ロケット鉛筆でいっぱい遊んでましたよね。あ、わかるわかるわかる。ロケットエンジン。あれ、上半身がロケットゆるゆるだと、下半身の押し出しがあってもぐにゃって崩れちゃうので、しっかりと上半身の硬さっていうのがあった状態で、下半身の押し出し、まあ推進力っていうのがあると、進みが同じ推進力でも抵抗値が減りますよっていう考えで、選手たちには、まあ、分かりやすいかどうかはちょっとあれですけど、まあ、伝えるようにはしています。あと、圭介さんがおっしゃった、アップキックの話は、僕ら研究者じゃないので、現場の人間としてはもう本当に研究者の方々の答え待つっていう感じなんですけど、まあ、なんか現場感としては、長嶋茂雄監督的にぐーっと引きつけてバンだよっていう表現がなんとなくしっくりきてるなって感じ。引きつけてバンだよっていう長嶋茂雄監督のオノマトペ的な感じになっちゃいますけど、そういうのはすごく意識して伝え方は気にしてますね。わかりました。なんかあれだな、あれですかね、その、蹴り上げは別にそこまで速さが必要じゃなくて、
そのスナップを使って蹴り下げるっていうのがいいって感じですか？感覚値としては、スナップというか、体全体で持ち上げて、足をしっかり持ち上げて、体全体というとちょっとぼんやりしてますけど、お尻の筋肉とか、いわゆるこう、脊柱、背骨周りの背中の筋肉とかをしっかり使って持ち上げて、一気に切り返すっていうイメージがすごくありますね。そう、その背中を使うって感覚は僕も蹴り上げの時はすごいありますね。もともと背中強いっていうのもあるんですけれども、結構足が下の、蹴り下げの時って落ちやすいじゃないですか、見てる。足全体が。だから、それを落ちすぎないように、背中から引き上げる。で、その背中の引き上げに加えて、股関節が伸びて、足がかなり蹴り上げ切った時高い位置に来るっていうイメージがあります。で、その股関節がしっかり伸びて、足が高い位置に来ると、結構そのお腹、体幹の筋肉を使って、しっかりと股関節を曲げながら蹴り下ろせる。膝打ちにならない。風になる感じがしますね。なるほど。なんかすごく金子選手の水着姿の姿勢とか見てて、すごくいつも思ってることがあるんですけど。そんないつも見てるんですか？何見てるんですか？何を見てるんですか？すごい、いいお尻だな。プリケツだな。それお尻の筋肉だけじゃなくて、おそらく骨盤の角度がかなり影響しているとは思うんですけど、そうですね。僕結構反り腰で、骨盤が前傾位なんです。っていうのも結構僕、腸腰筋とか、そういうさっき言った脊柱の筋肉、多裂筋とか、そういった筋肉がすごい発達してるので、そういう姿勢になってるのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱり骨盤の前傾位っていうのは、こういうドルフィンキックとか、ドルフィンキックに関わらないですけど、スイマーにとってはいい姿勢なんで。どうなんでしょう。屈曲していくにあたっての腸腰、いわゆる腸骨筋、大腰筋っていうのが、多分すごく金子選手発達してるんだろうな、印象がめちゃめちゃなんかキックも含めて見てると、姿勢も含めて見てると感じますね。なんか、この辺の他の選手との差って感じることありますか？なんか結構僕は、その腹筋といっても、その腹直筋みたいな、表面にあるでっかい筋肉は、あまり発達してなくて、体の下の方にある深い筋肉、股関節と繋がってるような、足の骨と繋がってるような細かい筋肉、腸腰筋と言われる筋肉はかなり発達していると思って、っていうのも、一回 MRI でその腰回りの筋肉がどれぐらい出てるのかっていうのを検査したことがあって、その時、その日本代表のトップレベルの選手とかの平均値と比べたりしてたんですけど、やっぱ腹直筋は平均値以下で、大腰筋に含まれるその大腰筋がすごい平均値以上に発達してるっていう結果は出たことがあります。でもね、まさきの体見ててもいつもお腹はみんなにね割れてないみたいな感じでいじられてるもんね、時々。残念なけど、その奥にあるその腹筋群はすごい強いと思います。なんかどういうトレーニングしてんの？なんかもともとなんか強かったのに気づいたのか、それともなんかそこら辺鍛えようとしてなんかやってんのか。結構その大学時代はアブカールと言われる仰向けになって
足を上げながら耐えるみたいな。懐かしいね。もやってたりして、で、まあ最近になって結構いいなって思ってるトレーニングは、レッグレイズかなっていうのがあって。で、レッグレイズってわかりますか？椅子の上とか、長い椅子の上とかに仰向けになって寝て、で、まあ股関節と膝を曲げ伸ばしする、東洋筋に効くトレーニングなんですけど、まあ結構これもシンプルなトレーニングなんですけど、やり方を工夫することによって、結構ドルフィンキックの時に腸腰筋を使うっていうイメージ作りにもなるのかなと思って、いいなと思ってるんですけど。なんかある動画みたいな。動画はありますよ。実演でもいいけど。実演はちょっと恥ずかしいんだよね。実演ちょっと見たいな。見たいな。かっこいいところ。見たいな。いやー、見せちゃいますよ。ショナさんやりたそうだし。いや、僕、誰得ですか、それ。準備してたんですけど、やっぱり金子選手にね、成長させていただきたいです。レッグレイズは多分皆さん、まあ1回ぐらいやったことあると思うんですけど、まあこれですね。来た。このように、やっぱり金子くんのお家です。台の上に仰向けになってる。上半身を固定するために、ベンチ台の時に手で持っちゃっていいです。お家でトレーニングしてます。まあこのまま足を曲げ伸ばしするっていうトレーニングなんですけど、まあ普段僕はここに、このすねの部分に、10キロとか15キロの重りをつけてやるんですけど、まあでもこれかなりあえて股関節が伸びきるように下まで下げてるんですよね。お尻を台の上に置かれる。でこれが大事かなっていうふうに思って、やっぱドルフィンキックも結構この下げ切ったところの姿勢に近い状態になるじゃないですか。伸びきったところ、腹筋も伸ばされて股関節も伸びきったところから腸腰筋を使って足を曲げてくるっていう、この動作がすごい大事だなと思ってて、で、まあ、ここで意識するのは、引き上げるときになるべく足先を遠くに回してくるイメージですね。遠くに。はい。これ腸腰筋弱い人は、ちょっと今、バッドな例を見せますけど、腸腰筋が弱かったりする人は、結構こういう動きになりやすいんですよね。膝から。すごいね、ちゃんと準備してて。はい。これはちょっと準備しちゃいました。意識だけ。こういう動きになると、まあ、股関節を曲げるために、腸腰筋っていうよりかは、太ももの前の筋肉、大腿直筋とかを使って、膝と股関節を曲げちゃってるのかなっていうふうに。でもこれだったらね、なんか家でも。はい。まあ、これ今ちょっと、ドルフィンキックを意識してやるっていうのはいいのかな。トレーニング。さっきのさ、うまい例もう一回見せて。いいね。いいやつ。はい。ちょっとすみません。ちょっと、娘がエマージェンシーなんで、一回どうぞ、お父さん頑張ってください。ちょっとイメージしやすいように、ドルフィンキックの、蹴り上げから蹴り下げにかけての、この腸腰筋を使いそうな場面と一緒に、この動画見てもらいたいんですけど。すげえね。ちょっと待ってください。これがでかすぎるんです。もっとでかくなっちゃう。やばい。ちっちゃくなるな。見てる皆さん、ちょっと時々音悪かったりとか、はい。するかもしれないんですけど、すみません。まあ、一回ここだけ見れば。大体こんな感じで。真似しよう。で、まあ結構腰反るのが良くないって言われるんで、結構腹筋で、この腰を地面に押し付けて腰が浮かないように意識してるんですけど、山崎コーチどうなんでしょう？だよね。絶対言いたす。腰を浮かせるのはやっぱ良くないことなんですか？まあ、耐えてる中で腰が浮いちゃうっていうのはあると思うんですけど、はい、なんか一番、腰を浮かしちゃダメっていう言葉の落とし穴として大事なポイントとは、はい、胸が丸まりすぎちゃう人がいるんですよね。なるほど。
腰をしっかりと骨盤ドローインしようっていうことをはい。意識しすぎて、はい。背中が丸くなっちゃう。そのまま腰だけちょこちょこいっちゃうっていうのが一番骨盤のインナーマッスル、大腰筋ですとかに効かないうんうんうん。形になっちゃうので、ちゃんと胸を引き上げた状態ではい。締めて、レッグレイズをするっていう3段階が必要だと思いますね。うんまあめちゃめちゃでもね、はい。上手だよね。当たり前だけど。いやでもまあじゃあ、多少は腰が反っちゃっても、その今言ったポイントさえ押さえてれば、うん。ってことですか。基本的にはいいと思います。まあもちろん痛みがない範囲っていうのもあるとは思いますけど、ここまで下げると多分結構腰が浮いちゃう人とかがいるんで、もしそういう人に対しては、ここまで足を下げないでレッグレイズするのがいいのかなとかも考えて、この動画ちょうだい？何ですかね。いいっすか？研究に使える。はい。でまさきの体好きっすもんね、山崎さどういう研究に使われるか。ん。やばいわ。まあこんな感じです。うん。はい。これがちょっといいかな。うん。その水中の動画見せてもらっていい？これですか？うん。これが蹴り下げの最初。で、これが蹴り下げの最後。動画はなんかある？あ、動画はあります。ちょっと調べて動画は、これがちょっとちっちゃいんですけど、スローで撮ったオリンピックの普通の、まあ、速度としては 60% ぐらいで打ってる時。2バックの時の100のターン後は何%ぐらいのやつ打ってんの？これぐらいです。ああ、こんぐらいなんだ。で、はいこれ今スロー再生してるから遅いけどってことだよね。そうです、そうです。結構、このやっぱ、股関節がしっかりと伸びきったとこから、腸腰筋を使って蹴り下ろすっていうのが大事かなって僕は現場的に思います。あ、すいません、戻ってきました。ああ、おかえり。これ、まさきの動画、圭介さんどうすか？何が？なんかいい感じで説明してください、この動画。この動画をいい感じに。うん。いや、でも、あれだよね。胸からこう関節が順々に動いてるのがすごい綺麗だよね。なんか見てて綺麗だってわかりますよね。うん。まあ、エネルギーが足の方に伝わっている感じがあるから、はいうん、ただそれぞれの関節を動かしているだけっていうわけじゃないっていうのがよくわかるよね。そうですね。